どうもこんにちは。こんにちは。海くんです。はい、みよみよこと増井みよです。僕たちは今銀座に来てます。イエーイ。本日はここ銀座で和の心が学べる和の総合スクールがあるみたいなので、早速行ってみたいと思います。行ってみましょう。行きましょう。2人が向かったのは高級ショッピング街銀座にある今外国人観光客に人気の和の総合スクール。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはどんな場所でしょうか。はい、こちらは和装、茶道、書道、抜刀と4部門ございまして、日本文化のお稽古を通して日本の良さや、心を学んでいただく場所となっております。2014年にオープンしたここ翡翠東京は短時間でかなり本格的な日本文化を学ぶことができるそうです。2人には稽古を受ける前に着替えてもらいます。着替えました。どうでしょうか。袴姿でございます。心なしか気持ちもなんかこうビシッとする感じです。ほんじゃみよみよさんを呼んでみたいと思います。みよみよ。はーい。じゃじゃーん。うわ、めっちゃ可愛い。なんか今日のために髪の毛染めたんじゃないかっていうぐらい、色味もめっちゃ合ってて。そうなんですよ。こちらでは袴や着物の羽織り方をプロの着付け師が教えてくれます。なんかどうですか。なんかトータル的にやばいいい感じですね。素晴らしいと思います。海くんも似合っております。なんか男らしさがすごく良くて。はい。はい。さっきまでちょっと猫背だったんで。なんか言われてましたよね。もうちょっとちゃんとしなさいみたいな。そうなんです。ちゃんとしなさいって言われたんで、ちゃんとします。ピシッと行きましょう。まずは茶道から体験してみましょうか。茶道。茶道だ。まず習うのは茶道。江戸時代に確立された抹茶を楽しむための礼儀作法で細かな決まり事があります。果たして2人はそのルールをどれくらい知っているのか。よろしくお願いします。どうぞお座りくださいませ。ありがとうございます。失礼します。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらは茶道担当の鈴木先生。すると早速、今お入りになったんだけれども、はい。そこから直していいですか。なんと2人の茶室への入り方には問題があったそうです。一体何がいけなかったのでしょうか。先生にお手本を見せていただきます。こういうふうに開けて、はい。ね、そして開けて入りまして、そして閉めまして、そしてお座りいただくという。はい。僕普通に開けっぱで来ちゃいましたね。そうですよね。立ちながらガッとか言って。はい。先行き不安な2人ですが、昔学校で茶道を習ったことがあるというみよみよが客人を招く側に挑戦。果たしてこれらの道具を使いこなせるのか。これ何が入ってるんだろう。これ何。あ、わかんない。お水が入っておりますね。はいはい。じゃあまずは濡れてる。嘘。あ、こう立てるんだ。これはどこに置こう。さらに熱々の茶釜に素手で触ろうとしたみよみよに先生も思わずフォロー。熱いです。ごめんなさい。口出しをしちゃいけないんだけれども、熱いですから今のはね。そうです。気を取り直し抹茶の粉を器に入れ、いったー。何の躊躇もなく。いったー。お湯はどっから。器を直に持ってお湯を入れるみよみよ。先生、つぼり入ってます。あ、なんか茶がついてる。どうしよみよみよの作法を見て爆笑する先生。泡立つんじ
限界がある泡立っていないけど、もしかしてこれで完成？できました最初でいらっしゃってちょっとね上がっちゃったというところも、はいそうですね緊張しました終わりだったので、ほとんど0点だった、そのくだりなんやねん。学校で習ったというみおみおの作法は0点。ダメなところを挙げればキリがありませんが、お茶が全く泡立たなかった一番の理由は抹茶の粉の量でお茶を入れた形跡がここにしかないので、これだけじゃ1杯半ぐらい入れました。あ、すごい入れるんです、ね。普通は結構がっつり。すごい入れる。これぐらい入れないと。さらにお湯はひしゃくを器の方に持っていき、器は持ちません。お茶碗とスレスレぐらいのところでお入れになるといいかな。これぐらいで、押さえましたらば、そう周りをこうちょっと取りましたらば、あとはこうですね。泡立った。すげえ。嘘。先生の立てたものと比べると一目瞭然、クオリティが違います。そして招かれた側には海くんが挑戦。まずは茶碗を見て微妙だなと思ったとしても、いい茶碗ですねと言ってちょっとこう海苔で回転させてから飲む。すごい美味しいです。ありがとうございます。とてもよくおできになってるところと、はい、全然できないところとがはっきりあって、100点中だと何点ぐらいですか？50点ということで。50点。お結構もらえてる。半分半分イエーイ。そう。はい。では正しいお茶の飲み方は？お茶碗お取りになって、はいはい。でまずは感謝していただいて、もうこれは万物ですね。ご自分の全存在を感謝なさって、はい、でそうしましたら、なんとなく回すのではなくて、自分は正面からいただくほどのものではありませんというへりくだった意味で1、2と正面を避けていただく。なるほど。はい。じゃあ、正面が後ろとかになってたら、じゃなくて避ければいい。そこでいいんです。なるほど。はい、肝心なのは器の正面が自分の方を向いていたら、それを避けて飲むこと。茶道のお稽古は2時間ほどで終了。では続いては何を教えていただけるんでしょうか？続いては馬頭です。馬頭、刀ですか？続いて教えてもらうのは抜刀。抜刀とは鞘に収めた状態の刀を抜き、素早く切る動作のこと。果たして2人はこんな風にかっこよく切ることができるのか？本物の刀ですもんね。そうです。うわ、今から私たちはこれを教えていただけるっていうことですか？早速稽古開始。はじめに形や重さを本物に似せた模擬刀で切り方の練習。右足を一歩前に出してください。居合腰。刀をゆっくり抜きます。はい、抜いてください。はいはい、そして右手が前ですね、左手が後ろ。そのまままっすぐ上段まで振り上げてください。もう少し高く上げましょうかね。上がりますか？はい、ゆっくりおへそのとこまで、切っ先をおへそのとこまで下ろしてください。はい、ゆっくり下げます。こうして模擬刀で稽古を続けること30分。これが日本刀真剣です。ちょっと持ってみてください。重いでしょ。
いよいよ真剣を使って試し切りに挑戦。切るのは水分を含んだ畳を巻いたもの。まずは海くんから。練習の成果を出すことができるのか。はいどうぞ。いいですね。見事鮮やかに刀を振り下ろすことに成功。はい、ありがとうございました。よくできました。素晴らしい。切った時はちょっと無心になりすぎてて、すいません、何も覚えてないです。なんかもうなんか別世界って感じでした。シャーンっていう感じで。続いて真剣に触るのは初めてだというみおみお。果たして。はい、上段に構えて思いっきり、はいどうぞ。はいはい、すごいですねお姫様。みおみお自分でもびっくりの切れ味でした。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、よくできましたね。本当ですか？はい、今日のお茶の体験と、そして抜刀の体験、日本の和の心を吸収していただいて、世界に発信していただければ大変よろしいかとこのように思っておるわけで、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当に今日はありがとうございました。いえいえ、こちらこそどうもいい経験していただいたと思います。よかったです。はい、皆さんもね来て、この和の気持ちになれる体験をこの銀座の翡翠東京さんで味わっていただけたらなと思います。はい、ぜひ来てみてください。来てみてください。はい。